2016年、アメリカ大統領選挙。ローマ法王がトランプ大統領支持を表明。SNS を中心に広く拡散され、数百万の人々が信じたこの情報は完全な虚偽だった。現代民主主義の脆弱性を浮き彫りにしたこの事件は、フェイクニュースという言葉を世界に広めるきっかけとなった。その約100年前の1924年、イギリス。インターネットも SNS もない時代、フェイクニュースが一国の政治を大混乱に陥れた出来事があった。ジノビエフ書簡事件。イギリス史上初の労働党政権を退陣に追い込んだフェイクニュースの真実とは？このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。1924年、イギリス。ラムゼイ・マクドナルドを主犯とする史上初の労働党政権が誕生しました。しかし、当時の労働党は少数与党であり、自由党の協力に依存する不安定な体制でした。当時のヨーロッパはロシア革命の衝撃に揺れていました。ロマノフ皇帝一家の処刑。各国で広がる労働運動。多くの国々が石化の恐怖に怯えていたのです。そんな中、労働党政権は主要国として初めてソビエト連邦を国家承認。さらには、英ソ通商条約の締結を進めようとしていました。この動きは、労働党はソ連寄りだという印象を強め、保守党やメディアから激しい攻撃を受けていました。そんな中、政権を揺るがす事件が起きます。共産党系の新聞に兵士たちを資本家のために労働者同士で戦うのを拒否し、むしろ資本家に銃を向けろという記事が掲載され、編集長キャンベルが扇動罪で訴追されました。ところが労働党政権はこの訴追を取り下げてしまいます。政府が共産主義者をかばったとして保守党や自由党は猛反発。議会で不信任案が可決され、マクドナルドは解散総選挙に打って出ることになりました。選挙戦が始まったその矢先、保守系大衆紙デイリーメールに一通の衝撃的な手紙が掲載されます。それはソビエトのコミンテルン議長ジノビエフがイギリス共産党に宛てたとされる書簡でした。ラトビアの首都リガの MI6 オフィスから電報でロンドンに届けられた手紙はコミンテルンのレターヘッドに印刷され、文体や言い回しもジノビエフやコミンテルンが普段用いていたプロパガンダの語調と一致していました。資本家たちが議会で条約を妨害するのを何としても阻止しろ。労働党の指導者たちは資本家の操り人形になりやすいからよくよく監視しろ。労働党内でソ連に同情的なグループに条約締結に向け政府と議会への圧力をかけさせろ。将来の赤軍を組織するため人材をリクルートするように。新聞はこれをソ連からの極秘指令として報じ、国中が騒然となりました。この不穏な書簡を外務省は本物だと信じ、ソ連に抗議文を送ります。ところが、新聞がマクドナルド政権はこの手紙を数週間前に受け取っていたと報じたことで、政府は手紙の存在を知りながら隠し、新聞に暴かれてから仕方なく抗議したと捉えられてしまったのです。そして、最も大きな問題は、ソ連がイギリスの政治に干渉し、労働党を操ろうとしているのではないかという疑念を与えたことです。ただでさえ、親祖と批判されていた労働党にとって、これは致命的でした。迎えた総選挙。結果は保守党の圧勝、労働党は惨敗。マクドナルド政権はわずか1年足らずで退陣を余儀なくされたのです。しかし、イギリスの政治、社会を混乱に陥れたジノビエフ書簡は本物だったのでしょうか。実はデイリーメールに掲載された書簡も外務省が手に入れた書簡も
タイプ打ちの英語翻訳コピーであり、ロシア語の原本は一度も発見されていません。また、宛先となったイギリス共産党も、書簡の受領を一度も認めておらず、ジノビエフ本人も書簡の存在を否定しています。そして何よりこの手紙はソ連にとっては外交的な自殺行為に他なりません。ちょうど労働党との条約交渉が進み、国際的な承認を得ようとしている中、あのような挑発的な指令を出すのは自らチャンスを壊すようなものです。だからこそ多くの研究者はこの手紙は偽造であった可能性が高いと指摘しているのです。では、黒幕は一体誰だったのでしょうか。まずは、文書が本物で、ジノビエフやコミンテルンが直接出した可能性です。しかし、この可能性は低いと考えられています。なぜなら、この件でソ連は条約を失い、外交的利益を台無しにしたからです。また、一部では、スターリン黒幕説が唱えられたこともありました。スターリンの性格上、ライバルのジノビエフを追い落とすため、書簡を偽造するくらいのことは、十分やってのけるでしょう。しかし、この時期は、スターリンといえど、イギリスとの通商条約締結を優先していたため、この説は、可能性が低いと考えられています。最も有力とされるのが、ロシア革命で亡命を余儀なくされた白系、すなわち応答派ロシア人たちです。亡命ロシア人、ウラジミール・オルロフは、ベルリンで偽造工場を築いており、手紙の出所であるリガでは、同じく亡命ロシア人のポクロフスキーが活動していました。オルロフもポクロフスキーも MI6 や各国の情報機関と太いパイプを持っていたことが分かっています。彼らが偽造を行い、イギリスやポーランドの情報機関が書簡がしかるべき相手に渡るよう支援した可能性が指摘されています。その背景には、反ボリシェビキ的動機だけでなく、西側情報機関の思惑も絡んでいた可能性があるのです。保守党が偽造そのものに関与した証拠は薄いものの、労働党から政権を取り戻すために、この手紙を積極的に政治利用したことは間違いありません。1999年に外務省が行った調査では、英国秘密情報部 MI6 がこの文書の真贋に疑念を抱いていた可能性が高いと指摘しています。しかし、偽造の可能性を認めれば、自らの権威を損なうことになるため、MI6 がこの疑惑を公にすることはありませんでした。保守党にとっても重要なのは真贋そのものではなく、いかに選挙戦で利用できるかという点でした。政権を追われたマクドナルドは、後に重要なのは手紙の真贋ではなく、それがどのように利用されたかだ、と新聞に寄稿しています。本当の黒幕は、一体誰だったのでしょうか。真相は未だ闇の中です。この事件は労働党政権を崩壊させただけでなく、その後長きにわたってイギリスの政治や社会に影を落とし続けることになりました。第二次世界大戦前から冷戦期に至るまで政治的緊張が高まった場面や不安定な選挙情勢に陥るたびに蒸し返されてきたのです。1999年、外務省公式調査の報告書をまとめた研究者、ジル・ベネットは、この事件を、決して死なない陰謀と呼びました。フェイクニュースは、こうして何十年も、社会に影響を与え続けるのです。一通の偽造文書が、政権を崩壊させ、外交をひっくり返した、ジノビエフ書簡事件。現代の SNS 時代において、フェイクニュースは、かつてないスピードで拡散されるようになりました。大切なのは、溢れる情報に踊らされるのではなく、冷静に見極めること。ジノビエフ書簡事件は、私たちに情報とどう向き合うのかという永遠の課題を突きつけているのです。このチャンネルでは、
少し変わった歴史をご紹介していきます。チャンネル登録して、次回もぜひ見てくださいね。